今何やってるんですか？ベニヤはすごく薄いんですよ、4ミリぐらいで。でもふわふわしてて、でこのふわふわを止めたり蓋したりしてます。もう全部向こうも既存さんは今回は使うことになったんですけど、もう張り替えなきゃいけない。本来ならね。ただもう本来とは違う工事をたくさんしてきてるんで、もういっぱい壊してるでしょ。だからもうどっかで止めなきゃいけないから、ここで止めさせてもらったって感じ。なるほど。でも本当はダメだよ。こんなクロスきれいに仕上がらないよ。確かにね。ここ見てみよう。これもう漏れとるのよ。ここまでで当初の予定よりも10日以上は工事が膨れ上がっているので、壁を作り直したくてもこれ以上の追加は厳しいところです。やむを得ない判断でしたが、これが後に大きな後悔を呼ぶことになります。もともとは建具類を取り替え、床を畳からフローリングへ変える予定でした。ですが、工事開始直前に分かったシロアリの被害。工事内容と工程の見直しが必要になりました。天井下地は間に1本しかなく、ベニヤを上張りしてのクロス仕上げは不安でした。今は良くても数年後に高い確率で不具合が出ると予想し、天井を一から作り変える選択をしました。奥行きが1メートルあるんで、軽量鉄骨造、部分的に残すの難しい問題に直面。収納スペースも一から作り変えることに。予定外のことが起こったとき、特にリフォームでは手掛ける人によってゴールは大きく変わると思います。決めたら自分たちの選択が最善だと信じ、進むのみです。木の柱や梁などが存在する在来工法のお家であれば、それらを利用して何かを付け足していくことが可能なので、ここまで解体することはなかったかもしれません。シロアリの被害が及んでいる大引きや土台を直します。変えるのもう切れないもんね。どこまで交換するか悩みます。そして土台グラグラ問題。アンカー入ってないの？やるな。土台が落ち、隣の部屋の根太が浮いています。修理するのはなんとかこの部屋だけに留めたい。動かなくなった。被害の部分だけ取り除き、大引きを継ぐことにします。
最悪。直そうとすると余計に壊れてしまう問題。ちょっときついな、やっぱり。6ミリはちょっと偉いな。床が部分的に極端に下がっており、どう収めるか悩みました。玄関との間の土台がシロアリでボロボロでした。玄関のタイルを破損させたくないので、床のパネルを外さずに作業しました。過去に誰かがリフォームした痕跡がありましたが、何か事情があったのか、中途半端に終わっていました。その結果、また誰かが直すことになり、その負担は施主さんにのしかかります。最後に構成図鑑で全体の床レベル調整を行います。解体と躯体の修復が終わり、ようやく内装下地工事開始です。正確な寸法にカットしたスタイロフォームを挟みながら根太を置いていきます。フローリング材を貼るための床下地です。一尺間隔に根太をきれいに並べて、既存の床パネルの下地に正確にビスを打ちます。根太と断熱入れが終わりました。床の捨て合板を貼ります。なぜほっとしているかは内緒です。天井だから、俺ら2003。ちょっと低すぎん天井の高さが低すぎる問題に直面です。梁下のボルトの位置から床までが2380ミリ。天井いっぱいに高さを取った建具が収まるかどうか心配です。低い。高い。そして下地いない問題。在来工法のように柱や真柱などの縦方向の木の骨組みがないため、天井下地を受ける野縁受けを壁に取り付けるのが容易ではありません。
工夫しながら天井の下地を組んでいきます。はっきりとした正解がない場合も自分で答えを出さなければなりません。天井下地に丸1日かかってしまいました。休む間を与えずボードを送り込みました。天井下地は1日かかってしまいましたが、ボード張りはあっという間に終わりました。こちらの壁はクローゼットの中となるので、このままでもいいと施主様はおっしゃっていましたが、縦方向の下地がなく、中に棚が作りにくいことなどから、壁をふかして整えることにしました。ね、通ったやろ。水糸で壁の通りを確認し、スペーサーを使って壁の凹凸を解消していきます。2ミリ。こっちも2ミリ。あくまでも収納で隠れる壁です。時間と手間をかけすぎないようにすることも大事です。ここで、とある疑いが。あれすんの間違えとんのこれ。わざとですか？わざとじゃないね。カズさんのやらせ疑惑問題。泣くかもしれない。カズさんのわざと疑惑はまだ晴れてはいません。天井に直付けの縦具枠を取り付けます。限界まで起こしてる。高さも幅もすべて計算したのですが、枠が入りません。2545。2545は325じゃん。ついてるわ。既製品の建具が図面より大きい問題。振り返ってみると、ここまで本当にいろんなことがあったのを改めて感じました。いよいよ最終仕上げ、幅木と回り子を取り付けます。仕事するときにお尻を地面につけるでしょ。よくコメントで怒られてるんですよ。たまにね。曲げてるとね、ちょっとね、痛くなっちゃうから。カズさん、膝の調子がかなり悪い様子。一度痛み出すとしばらくはダメみたいです。毎回、最近の幅木はペラッペラや、と文句を言うカズさんですが、今回はそのペラさに救われています。幅木の入り墨や出墨にかぶせるコーナーキャップというものがあります。
コーナーキャップを使えば幅木を留めに加工しなくて済むので楽ではありますが、キャップの中の角が空洞になるので結構割れやすいです。最近は職人不足や工期短縮に対応するために各メーカーが工夫して建材を作っています。ですが、その結果、職人の技術が必要とされなくなり、長い目で見ると建築業界の未来が心配だとカズさんは言っています。続いて回り子を取り付けます。久しぶりの回り子だな。最近はあまり回り子を使わなくなりましたが、今回は壁の状態がちょっと怪しいので、押さえとして、そして円をしっかり切るためにも回り子を回すことにしました。回り子をつけると縁取り感が強く出るので、好みが分かれるところですね。先にある程度まとめて留めを作っておいてからひっくり返すようにしています。毎回留めを作ってその都度回していると、ぐるぐるして目が回ります。回り子の取り付けは圧倒的に2人でやるのが楽です。工事も終わりに近づき、だいぶ形になってきました。あとは取り打つわ。はい、今日はですね、フリー板をカットして棚を作っていきます。メルクシパインというフリー板です。小さな木片を接着剤で貼り合わせて作った集成材です。木材の長尺はなかなか手に入りませんが、このフリー板なら4メートルでも手頃な価格で入手できます。加工がしやすいので、最近は棚だけではなく、化粧材や膜材にも使われるようになってきました。壁の金はバッチリです。このままいい感じに収まりそうですね。リフォームの場合は床が水平でないことがあるため、レーザーを使用し棚の水平の隅をつけるようにします。枕棚を受ける受け材を作っています。フィンガージョイントという継ぎ方で接着してある板のため、細く幅を切ると強度が落ちてしまいます。なので、通常受け材は集成材ではなく、木材で作った方が安心です。今回は見た目とコストを重視し、あえて同じ材で揃え、違和感なく収まるようにします。仕上げ用のサンダーは研磨力がないため、オービタルサンダーで時間短縮です。カズさんはマキタの工具を20年以上も使っているのに、最近のマキタはダメだとしょっちゅう言っていますが、このスライド丸の子だけは完成度が高い
と自慢してきます。まるで自分が作ったかのように。この細い修正剤は下穴なしではビス止めはまずできません。俺はいつもクロス洗ってからやるでも、取り外した時に後々困らないよ。傷つけちゃうから。今回は棚板が大きく高確率でクロスを引っ掛けてしまいそうなので、先に棚を取り付けます。ミスが効くと嬉しいよな、なんか。ここで止めてほしかった。まあね。でもなんか安心感はあるんだけど、なんかこう長い方がなんか気分的に伸ばしちゃった。気分的に600の棚にしようと思ってたのね。目いっぱいに。ここ真ん中やな。確かにこれをクロスを貼ってから行うのはちょっと怖いですね。お客さん喜んでくれるかな。ね。飛び入れてないよね。暴走族っぽいリズムです。マキタの丸ノコに廃校機の黒シャチをつけて玄人感を演出しています。でかいね。電動引き戸を取り付けます。じゃあゆっくりしていこう。はい、はまりました。位置合わせて。ここ。2人だとめっちゃ楽ですね。何この格好。私はカズさんの的確な指示に従います。悪い、俺がミスっとるっぽいわ。あ、俺を、はい、直した。あとはなんか起こして、失礼しました。間口は2700ミリあるため、強度的に枕棚が垂れ下がってしまいます。なので、扉2枚を片側に寄せた状態の位置に仕切り壁を入れることにします。ちょい右やね。養生をしていないと落ち着きませんね。これとこれやな。こういう時は絶対に腰袋を外します。クローゼットに枕棚ができました。これが大事だよね。この前面のする。ちょっとでも大きいと上がるし。
うしとこう。後日金具止めしますね。じゃあ。こちらの窓はもともと障子がついていました。枠は既存生かしですが、傷や割れなどもあったので、きれいに研磨します。トメの隙間がさ、ちょっと気になったから。これこの後どうするんですか？ペンキ、木目生かすタイプじゃなくて、もう塗りつぶしのペンキで、あ、ベタっと。ちょうどインプラス作るでしょ、ここに。めっちゃ濃い茶色やね。そう、このままだとちょっとね、張り合えないかなと思って、綺麗に塗ってあげようかなと思ってます。はーい。255の艶消し。こっちの方がかっこいい色してるね。こっちは既存のモカの色に合うんだけど、黄色が強い。黄色いね。うん。全然違うね、こうやって見ると。もう255の一択だな。明るさは下の色、色味は上の色に近いですね。マット仕上げは少し白っぽく見えるので、ちょうどいい落ち着いた雰囲気になるでしょう。ここまで来て心に余裕ができたのか、全力で塗装を楽しんでいるようです。内窓でほとんど隠れてしまうのですが、できる限りのことはやりました。一応今日で大工の捜索が終わりです。明日からクロス屋さんが入りますので、綺麗に仕上げてくれると思います。またね、クロス屋さんにバトンタッチします。既存のクロスを剥がしたところです。こちらの部屋は張り替えが終わっていますが、壁の凹凸が顕著にわかります。本当はダメだよね。こんなクロス綺麗に仕上がらないよ。ここ見てみよう。漏れそうなの。施主様には事前に仕上がりはあまり期待できないことを伝えてはありますが、思っていた以上に既存の下地がよくありません。膨れがある。中から膨れとるで。どうしてもなるわな。わかる？膨れてくるの？これはクロスの仕上がりがかなり悪くなりそうです。乾いてる？クロス屋さんはパテ打った時は平らやったんや。だからパテは問題なかったんや。クロスの凹凸は時間が経てばある程度は引くのですが、今回はどうでしょうか。これはどうだろうか。リフォームだから仕方がないと言い切ってしまいたくはありませんが、現実はその言葉で終わらせなければならないこともあります。パテ1日置いて明日こすってから貼ろうかっていうことにもなれない。時間を置くことができない。社長の立場と職人の立場とお客さんの立場。これはやっぱ難しいよね。
全員が納得することが良いのは決まっていますが、誰かが諦めたり我慢しなければならないとしたら悲しいことです。施主様と話をして、こちらの部屋は下地の凹凸がより目立ちにくい模様のクロスに変更することに。クロス工事は1日半で終わったのですが、やっぱ家が悪いからって言ったらそれまでやる。お金にならんことはやってかわへんな。こういう時代はその日でやってかなあかんっていうのがあるからね。どうしても難しいんだろうね。話すと長くなりますが、カズさんにもいろいろな葛藤があるようです。ちょっと良くなったね。大工さんと黒瀬屋さんが仲悪いってほんま？まあそんなことはない。それぞれ立場は違うけど、大工さんは大工さんでずっと現場に入ってたのにけどさ、やっぱりミスはあるし、黒瀬屋さんは最後の仕上げ任されてるから、やっぱり大工さんにちゃんとやってほしいっていうのもあるやろうし、ただそのお互いのせいにし合って、これは俺の仕事じゃないからとか言ってさ、そもそもお客さんのためにっていうのがなくなっちゃってるね、確かに。だから向かう場所はみんな一緒じゃなきゃいけないんだけど、見えない部分の修繕に手間をかけた分、最後の仕上げは優先順位を下げる形になりました。施主様も私たちも納得の上での決断でしたが、ここまでの積み重ねを考えると、少し複雑な心境だったのは否めません。少しでも綺麗になるよう、この日は遅くまで手直し作業が続きました。全然違うでしょ。綺麗。クロスを変更したことが功を奏し、壁の凹凸はあまり目立たずに済みました。シロアリが見つかったことや、軽量鉄骨特有の作りから多くの変更が生じました。施主様もとても悩まれたと思います。窓枠の塗装と内窓の色がぴったりすぎてびっくりしました。今回のリフォームでは押し入れや天井などを壊さなくても似たような仕上がりにすることも可能だったと思います。床の被害もそれなりにさっと直せば少ない予算で済んだかもしれません。工事は広がってしまいましたが、カズさんが今後もずっと面倒を見ると言っていますので、しばらくは安心して住んでもらえることと思います。ご視聴
ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。